魔女です。今日は私が愛用しているティファレトという名前を授けたブレスレットを紡いでいきます。キャンドルに火を灯したらパロサントを焚いて煙で空間を浄化していきます。紡ぎながら私がこのブレスレットに込めた思いをお話しします。オーラコーティングを施したクリスタルクォーツとルチルクォーツのスフィア、あとはシトリンの三日月を置いて全体像をかたどっていきます。皆様は生命の木という名前を聞いたことはありますか？私が魔女についての学びを深めている中で出会ったこの不思議なシンボルは、テーマを持った10個のスフィアと、あとは22本のパスで描かれています。このスフィアっていうのは球体を表す言葉です。でこの生命の木っていうのは分かりやすく伝えると、自分はどうありたいのかを考えるための地図です。で私が学ぶ中ですごく好きなスフィアがありまして、それがティファレトです。でこのティファレトが象徴するものは太陽とか美とか調和とか愛、あとは自己です。この美っていうのは外見的な美しさではなくて、自分の中にある美学を大切に育てていくっていう意味です。ティファレトブレスはこのテーマをもとに紡ぎました。私自身、無意識のうちに人と比べて苦しくなってしまったりとか、気がついたら他人軸に振り回されて惨めな思いをしたり、勝手な思い込みで傷ついたりしたことがあります。それは幸せの軸を自分の内側ではなく周りに置いてしまっているからだと気がつきました。自分の幸せって何だろうって考えた時に気がついたのは、自分の中にある価値観を信じて正しいと思う行動ができることだったり、こうありたいと思う自分に近づいていることかもしれません。幸せとは好きな人たちに囲まれた空間なのかもしれないし、誰にも縛られずに好きなことに没頭できる時間があることかもしれないし、美味しいものが食べられたりとか、美しい景色を眺めたり、心地よい環境にいられることなのかもしれません。当たり前だけど、幸せの形って人によってそれぞれ違います。誰かから言われた言葉に影響されてしまって、自分の考えに自信がなくなってしまうとき、誰かになるために無理をして背伸びをするのではなくって、自分の美学をもとに行動して、その考えを正解にしていくことが大切だと私は考えています。ありたい自分を目指すために自分の中の美学を育てていく。ティファレトブレスがそのための小さな道しるべとなるように思いを込めました。ブレスレットを紡いだらホワイトセージで浄化をしていきます。
今回選んだクリスタルに込めた意味合いは、太陽を表すスフィアのルチルクォーツは男性性を、月を表す三日月型のシトリンは女性性をイメージしました。オーラコーティングを施した水晶はこの両方のエネルギーを共鳴して調和させていきます。強さと優しさを調和させた美しさをまとい、自分の理想の姿を目指すためのブレスレットとして寄り添って一緒に歩んでってくれる魔法アイテムとして紡ぎました。